はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月9日の皆既日食から4月末までの流れをもう少し詳しくタロットで見てみたいと思います。前回4月5月6月と3ヶ月の大まかな流れを解説したので、こういう流れがあるんだなって分かった上で、今という時間を集中して楽しく過ごすことができやすくなるんじゃないかと思うので、もう一度4月だけ見てみますね。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。4月9日からです。鳳凰の逆、ワンド5の逆、ワンド2、ワンド9の逆、女教皇逆と、ペンタクスクイーンと、ソード7の逆ですね。気をつけることや対策は、ソード8の逆と、忍者とオラクルは、はい、ソードの4です。なるほど。星で見た時に4月の9日以降っていうのはものすごく意識が高くなるとか、自分の可能性を超えていくよみたいな流れだったりとか、遠いところまでね手を伸ばしてみるよっていう、すごくこれまでのフィールドよりも超えたところに何かある、そこに手を伸ばそうとするっていう、とても運勢的には後ろから後ろ盾があるみたいな時なんですね。ただカードで見るとやっぱりちょっとプレッシャーがあるのかなっていう感じがあります。で今ちょうどその日食ってこのエネルギーすごく強いんだけど、それをすごく精神的なプレッシャーに感じたり、ストレスに感じたり、または体がそこについていかないみたいな方もいらっしゃるかなと思うんですが、カードで見てまず大前提としてゆっくり休んでくださいねとは言われています。もちろんチャンスが目の前にあったり、やることがあったり、新しく覚えることがあったりっていろいろあるとは思うんですけど、それをこなせますので、安心してゆっくり休んでくださいっていうのがまず一番大事なメッセージです。その自分の精神性を高めるとかっていうのは無理して自分を鼓舞してすり減らしてっていうよりも、しっかりと自分が自分の体心地いい形で休めてから落ち着いてやっていけますからねって感じがしました。そしてやはり精神的な何か、星で見てもね、精神力が上がるとかっていう時なので、そういったものはやっぱ鍛えられてるのかなっていうのがカードでも出ていて、精神的に正しい位置に自分を置かなければみたいな、そんな感覚があります。なので例えばですが、この春から新しく仕事始めましたとか、転職しましたとか、なんか子供の学年変わりましたとか、何かね状況が新しくなったことに対してそこでちゃんとやっていけるのかなとか、そこで自分はさっき言った自分のちゃんとした定位置で立っていられるのかなみたいな、そんな感じがあるんですが、それも今すごく神経が高ぶってるとか、精神が高ぶってる、そしてなおかつ今ってその水星も逆行してるので、考えが行ったり来たりしやすい時だからこそ生まれてくる不安というもので、実際にその状況や環境が獅子座の皆さんを痛めつけてるわけではないよっていう感じがするんです。っていうのはなんか状況的にはね、本当あれも覚えなきゃいけないし、こんなこともあるし、あれもみたいな感じでいろいろなんかいっぺんに起こってるのかなとは思いますが、でもその中で本当に大事なのは2つだけっていう感じもあり、その2つっていうのはすでにご自身が選んでいるし、それ以下のものっていうのはもう勝手に流れていってるものみたいな感じで、ちゃんとね収まるところに収まりますよと。だから自分がその全てをきちんと把握したり、全てをきちんとこなさなければいけない、そのためにはまだまだダメなんだみたいに思わなくてもいいですと。自分はいろいろある中のこの2つだけは頑張りますっていうふうに決めていただいたら、そのまま行くし、すでにそれは自然と2つに絞ってませんかみたいな感じもあります。そしてそれをうまくコントロールしてやっていく、この一つのことだけに集中っていうよりも、それをしながらこっちうまくやって、これをやるからこっちもうまくいってみたいに、うまいことバランスを取りながらとてもやはり器用に、この時期器用に進んでいくなって感じが出ています。でその後もペンタクスのクイーンということで、しっかりとその環境の中で根付かせていくだけの行動をとってますよって言われてます。でそのことによって周りからの評価も高くなるし、ご自身では自分がやったことってこれで良かったのかなっていうその不安な材料があったとしても、周りからは温かく見守られている、なんだか外側はごちゃごちゃしててもちゃんと落ち着いてる人とか、ちゃんと物事を考えてる人みたいな印象付けになってるなっていう感じがしますよ。そして
やっぱり気をつけることとしてここでそのソードの8の逆が出てたり忍者も出てるので、あんまりね考えすぎたりどうすればいいんだっていう解決策ばっかりに目を向けるというよりは、ちょっと休みましょうかみたいな、ちょっと答えは、昼寝の後で考えようぐらいの感じでちょっとしっかり休むと。で十分ね、その普通に休んで普通に考えてやっていくだけで十分しっかりとね物事をこなしていけるって感じがするんですね。だからこれ以上に策を練ったり、これ以上に何かをしなければ、この明るい道を探さなければとかっていうふうにしなくていいよって、4月は4月でこんな感じで今ある場所で十分自分の役割を果たしていけますよって感じが出ています。全体の流れはこんな感じですね。ですのでお仕事で言うと、その固い絆で結ばれるのかっていうね、この仕事ずっとやっていけるのかとか、その先方にもちゃんと認められるのかみたいな、そういう不確かなものに対しての不安定さっていうのが自分の中であるかもしれませんが、安定したものとか不滅なもの、変わらないものの方が少ないみたいな感じがあり、今この瞬間をこの瞬間、今日とか今週とか今月とか、その瞬間に自分がきちんとその場にいる、存在しているということの方が大事だよっていう感じがあって、それ十分できてる気がするんですよね、獅子座の皆さんね。ご自身が思ってる以上にしっかりと座ってる感じがありますよ。でそれをおそらく時間とともに少しずつ感じていくのかなって感じがします。4月の21日あたりってね、その前の3ヶ月の時もお話ししましたけど、すごく社会的な発展とか何か急に世界が開けるみたいな、そういったものがあるので、ご自身が考えているほど環境って悪くなかったとか、自分が思ってる以上に他の人からは受け入れられていたとか、自分の考えているものがこの環境にふさわしいんだみたいなことをちゃんと感じるような気がしますね。ですのでお仕事も進んでいくスピードっていうのはご自身が考えているよりも少しちょっとだけ空回りとかちょっとだけ遠回りするかもしれませんが、ちゃんとたどり着けますし、その間の余計な思考というか、ちょっと空回りしてる時の、バイタリティの浪費を少なくしたいって感じかな。で人間関係もですね、すごくホッとしてるっていうよりは、いろんな人と関わって疲れてるって感じがちょっとありまして、どっちかっていうともう関わりたくないとか、ちょっと一人で静かにしてたいって感じなのかなって思います。いいと思いますよ。これ4月限定でそういう期間にしてもね、自分の精神強化月間とかして、もう自分の中の自分を見つめるとか、自分のために本を読むとか、なんかいろんな文献見るとか、そんな感じで人と会ってどうこうっていうよりは、少し自分の中身を見ていくっていう感じで、もしこれでも私めちゃくちゃ人に会う予定があるんですよっていう方は、その人と仲良くするとか、人と分かり合うっていうことが目的ではなく、人とは接するしいろんな役割も果たすけど、それを通して全て自分の英知につなげていくとかね、自分のプラスにつなげていく作業が際立ってますっていうことなので、一緒に何かしていただいて全然いいんですけども、他者を見て自分を振り返るっていうものが強いなって感じがします。ですのでやはりもうちょっと後なんでしょうね。5月の方はね、社交運っていうのが出てきますから、4月は自分の中を掘っていく。中を掘るってなんか精神ずっと中にいるのかなって感じがするかもしれないんですけど、外の世界を見ながら自分を見ているっていうような感じです、4月はですね。で先ほどの人間関係でいうと、ご自身がそんなに手を広げてないんですよね。どっちかっていうと守っていきたいものを守りたいから新規開拓はいいみたいな感じがあるんですけど、気をつけることとして言われているのが、そんなに自分をもっとこうしなきゃっていうふうに形作るというか、なんていうのかな、制限したりとか、こうであらなければならないっていうふうに思う必要はないですよって言われているので、もうちょっと自分らしさとか、自分らしさって別にそんな個性っていう意味ではなくてもね、もうちょっと肩の力を抜いて今の自分のままでいいよって感じがしました。ちょっとそうね、ちょっと対策のとこ見てみますが、補足で出してるものがやっぱりお月さんにワンドのエースということで、
なんか今の環境の中でやっぱりやっていきたいことがあるとか、こう自分が進めていきたいことがあるけど、それって大丈夫なのかなとか、それって周りの人からはどう見えるかなみたいなことを気にしてらっしゃるのかなとは思います。だけどなんかね、自分の価値が本当に見えてないって感じで、ものすごくその不安のベールを剥がせば、中にはすごい情熱や価値っていうものが確実に光っているのに、他の人の目や自分の立ち位置っていうのをものすごくこう主観的に見て、自分を正しく評価していないみたいな感じがあるので、誰でも疲れていたりとか調子が悪いとそうなるのでね、やっぱりちょっとゆっくり休んでほしいなって感じがあります。精神を落ち着かせるっていうね、いっぱい勉強して活性してとかじゃなくって、リラックスするっていう方向で自分をなだめる、ゆっくりすることで、より一層ね、なんか自分らしさっていうか聡明さだったりとか、自分の価値とかこれでいいんだっていうのがもうスッと入ってくるっていう感じがするのでね、それでいてください。それが一番言われてることです。で7月の20日以降はそれでもまた社交運とか出てくるので、もうでも後半以降は人との関係もうちょっと信じていいのかなとか、もうちょっとこの人に頼っていいかなみたいな感じも出てきますのでね、今一番気をつけていただきたいのは、強い追い風の運勢がある時だからこそ、自分にプレッシャーかけて何かっていうよりも、逆に肩の力を抜いて、もう少し自分に優しくするっていうことで、この運をなんかすごく計算でどう使うとかではないんですけど、その肩の力を抜くことで自然とうまく最高に使えるような感じがします。そんな感じかな。ちょっと最後にもう一枚オラクルカードを引かせてください。獅子座さんね、これかな。はい、そうですね、水面下っていうカードが出てます。これもヒドゥントゥルースということで、隠された真実があるよとか、何かまだ気づいてない何かがあるよということで、すごくよく出てくる例えでね、氷山の一角ってありますけども、なんかそんなカードが出てるので、もしかしたらその表面的なことだけにとらわれて、自分の本当の価値っていうものを見失ってたかもしれないなっていう気がしました。これもね、ぜひ皆さんもじっと見て、自分なりに受け取れるメッセージがあったら受け取ってコメントで教えていただけると嬉しいです。私はそんな感じがしましたね。何か可能性っていうのも今ちょこっと出てきてる感じ。でもその奥にもっとすごい可能性もあるし、もっと豊かな価値もあるけれども、自分自身でまだ表面しか見えてないし、それを出していいのかなみたいな感じで思ってるけど、力を抜いてこう水の中で浮いてみたら、そのもの全体を感じるよみたいな感じもあり、今の自分の在り方や才能や価値っていうものもそのまま等身大で感じることができるんじゃないかなっていう感じがしました。はい、ということで精神的にリラックスして過ごしてみてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。もし何かしら良かったよとか分かりましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントで教えていただけると嬉しいです。ではまた次回は4月末ぐらいに5月のね、またものをアップしたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。